This is Manabu Murakami Sensei. He is the Shuseki Shihan at the headquarters of the Shotokan Karate-Do International Federation. He studied under Hirokazu Kanazawa Sensei for many years, since his youth, and continues to strive to spread Kanazawa Sensei's Karate-Do throughout the world. Today, Murakami Sensei will share his thoughts and techniques.私、田舎が熊本なんですけども、私の田舎の道場が、国際ショートカに加盟しまして、1981年ですか、第1回の全国大会が東京で開かれまして、その時に上京して第1回の大会に出たんですけども、その時初めて金沢先生を見ました。お会いしたんじゃなくて見ました。でその時先生が演舞されたんですけども、すごいなと思って、それから先生のファンになりました。それ村上先生がおいくつ頃の時ですか？中学校3年生ですね。で私が高校の2年生ぐらいの時ですか、金沢先生が私の田舎に指導に来られまして、初めてその時に指導を受けて、お話もさせていただいて、でもうその時にはもうなんていうんですか、空手と金沢先生のことばかりですから、頭の中は。母親に1回でいいから金沢先生のカバン持ちで海外に行ってみたいってしょっちゅう言ってましたね。でそれのために金沢先生みたいになるにはどうしたらいいんだろうって考えて、だったら先生と同じ道を進んだ方が近道なんじゃないかと思って、で拓殖大学を選ばせていただきました。拓殖大学の空手道部に入った？そうです。はい。どうでした？入った当初。いやもう迫力あって、最初の1日目2日目のその場突きをやってた時に、ここにいたら絶対俺は強くなると思いましたね。で4日目に19組でやって、4年生の先輩に鼻を折られて大変なとこ来たなと思いましたで国際ショートカンの研修生に入りました。金沢先生からもいつでも来いよっていうのは声をかけていただいてたんで、その頃四谷にやったんですけども、小さな道場で、それでその最初の頃の夢の金沢博和先生のカバン持ちで海外に行きたいっていう夢はいつ頃叶ったんですか？ですね、大学の4年生の時に、4年生の時だったかな、3年生の時だ、金沢先生にアメリカに連れて行っていただいたんですね。ラスベガスで大会がありまして、でその時初めて金沢先生にご一緒させていただいて、アメリカの試合に出ました。指導員として行ったのは1990年、初めて、イギリスとアイルランドに行きました。それは金沢先生と一緒にですか？最初のアイルランド初め一人で行ったんですけども、イギリスでヨーロッパ大会がありまして、その際金沢先生とか他の大先生方と一緒になって、初めて海外指導員として指導しましたね。金沢先生が残された技術、精神、哲学、こういったものを正しく伝えていくのが我々の責務だと思ってますから、国内国外問わず正しいものを残していきたいと思ってます。例えば基本一本組手に出てくる近距離の回し蹴り、近距離の蹴りの体の使い方、村上先生の上段蹴りがパカンって何回か受けたことがあって、すごい迫力がある蹴りなんで、ぜひ見せていただきたいです。中段と上段でやっぱり間合いが違うわけですよね。で中段だと届くんですけど、上段は届かない。で上段だとちょうどいいんだけども、中段だと詰まってるってことですね。ということは上段の方が間合いが近くて、中段の方が間合いが遠いっていう形ですよね。そうすると例えばついて間合いがある場合には中段に入っていくし、間合いが近いと蹴れないんで上段に入っていくっていう感じですね。だからその時の実際はできるだけこの足でも本当は間合いを作りたいんですけども、中段に入るにしても上段に入るにしても、ただその時の状況に合わせて、その相手が逆に踏み込んできた場合なんかの時には中段に行くんじゃなくて上段に入っていくっていうような感じで蹴ります。背側で蹴る場合と腰で蹴る場合があるんですけどね、中段は腰で蹴って上段は背側で蹴ったんですけども、やはりその
腰で蹴るのが基本なんですけども、上足手ですね、上足手で蹴るのが基本なんですけども、やはりそれには意味があって、上足手で蹴ると強いっていうのもあるんですけども、他にはやはりつま先っていうのは脳から一番遠いんで、一番コントロールするところが難しいんですよね。だからつま先をコントロールできれば足の全体的なものがコントロールできるっていうことですね。でもう一つはやはり上足手で蹴る方が難しいですから、背側で蹴るよりも。どうもよく、金沢先生が言われてたんですけども、空手家は簡単な道と難しい道がある場合は難しい道に進みなさい、よく教わりましたけども、やはりそういった精神的なものも含めて起用の場合には腰で蹴るというのが大事だと思いますね。腰でここれですね。こういう感じですね。ここで、なるほど。でよくいたずらで学生時代相撲部の後輩を蹴ってたんですよ。相撲部の後輩を。ボディですか。はい。でこんな大きいですからね。で背側でバーンって蹴るんですね。と大きな音がバーンになるんですけど、彼らは全然効かないですよ。だけども腰でバーンと蹴ると中に入っていくんで、はい、相撲部からも先輩腰では蹴らないでくださいと。例えば手刀で打つ場合でも、ここね意識を手刀に置くと表面だけ痛いですけれども、意識をこの辺ですね、ここに持ってきて入っていくと、この分だけ力が中に入っていくような、意識の使い方っていうのは非常に大事なんじゃないかなと思いますね。大事なのは手でつかない、足で蹴らないっていうことじゃないですかね。やはり手でつくんじゃなくて体全体を使う、足で蹴るんじゃなくて体全体を使うっていうことだと思うんですけども、やはりそこが松濤館の一番の重心移動の特徴だと思うんですね。極端に言えば追い突きを極めたいんですよね。追い突きを極めたいんですよ。空手が上手くなりたいっていうか、私の場合は松濤館空手が上手くなりたいんですね。だからとにかく追い突き前蹴りを極めたいっていうことですね。追い突きさえ上手くなれば、全ての技につながってきますから、例えば追い突きのここの部分が刻み突きに入ってくるわけですし、この体の移動がそのまま逆突きにも入ってくれるし、だからしっかり自分の正中線を相手にぶつけていくっていうことが一番大事だと思いますね。でそのためにやはり移動基本でしっかり腰の移動を作る、正中線を作る。でやっぱり一番大事なのは自分の体の中を意識するっていうことだと思うんですね。武道の言葉で言ったら内観っていう形になると思うんですけども、やはりただ手だけでついていくんじゃなくて、重心を外したり左手を意識したり、ここでボーンとそのまま入っていくような。旅に行ったりするとなかなか自分の稽古する時間がないんで、その場での逆突きとその場での前蹴りと追い突きのこの3つだけはできるだけやるようにしてます。村上先生、今何歳なんでしたっけ？今年59になります。40前の時になかなかうまく動けなくなってきたんですよ。というか自分で動いてて、あれなかなかうまくいかないなっていう時があって、どうしてかなって考えたんですけども、やはり若い時と同じ体の使い方、練習の仕方、つき方をしてたんですね。でこれは何か変えなきゃいけないと思うんで、そこからいろいろ考え始めて、で何かに頼らないとうまくならないんです。キープできないうまくならないんですね。だけど彼で何も助けてくれるのがいい、誰も助けてくれませんから、じゃあ何に助けてもらおうかなって思って考えた時に、自分の体の中のものに助けてもらえばいいんだと。それはやはり重心であったり、意識であったり、呼吸であったり、気合であったり、正中線であったり、全て自分の体の中にあるんですね。だからそれをうまく使えるようになれば、筋力に、頼らなくてもそれが私を助けてくれると。で稽古の方法だとかつき方、蹴り方を変えていったんですね。そしたら
40過ぎからまたなんとなく気持ちよく動けるようになりまして、やはり10年先のことを考えて自分の体の使い方を先生もやられてましたし、私にもそうするように言われてました。はい、だから今のもちろんできる稽古をするんですけども、やはり10年先どのいうふうに動けるかをどういうふうにして動くかを考えながら稽古しなさいみたいなことは誰にも言われないですけど、私は聞いていました。ご本人もそうされてましたし、さっきおっしゃられてた追い突きと前蹴りがうまくなればいいと、なりたいと、例えば前蹴りに関して、若い頃と今と蹴り方がちょっと変わったとかありますか？やはりただこう蹴るだけじゃダメなんですよね。やはりその前に餌をまくとか、その前に、やはり作り、仕掛け、決め、斬新ってありますけども、何事もやはり作るっていうことが大事なんで、そのシチュエーションを作る。だから蹴る前にしっかりそのシチュエーションを作っといてボンとこう蹴っていくっていうことが大事だと思いますね。で、さっき名人に得意技なしっていう話をしたんですけども、それはやはり上手い人はバーッとこう気で攻めて気で詰めて、相手が何もできない状態にした時にはこっちから突きだろうが蹴りだろうが何でも決まるっていうことですよね。だから別にこれが得意技っていうわけじゃなくて何でもできるっていうのがその境地だと思うんですけど、数日前、その武道空手とはっていう形でやったんですけども、難しいんですよね、やっぱり武道っていうのは。じゃあ何をもって武道とするかとかいろいろありますから、とやはりその武道とスポーツの違いね、他の空手との違いとかあると思うんですけども、やはり武道とは教育を兼ねた体育であって、スポーツは体育を兼ねた教育であると。やはりその武道することによって人間的に成長していかなきゃいけないっていうのが武道だと思うんですね。でその武道をするためにはやはり長くやらないとなかなか分かってこないんで、その長くするためにはやはり体の中を使うとか、ただ筋力だけに使った体じゃなくて、やはりそういったものを勉強していかなきゃいけないっていうことだと思います。世界中いろんな国で国際勝闘館の旗の下、みんなが汗を流しています。日本の方もそうだと思うんですけども、やはり、我々には金沢先生の空手をつないでいく、次の世代に、つないでいくっていう大きな責任があると思いますので、その総本部の指導員はやはりその先頭に立って、頑張っていく手法ですので、支部の先生方、会員の方、またサポーターの方、やはり、国際勝闘館の方のもとみんなで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。